夫婦言うてはるんですけど、食べてはんの冷たいうどんなんですよ。元彦の気持ち悪いのはな、それね、若い女が順々になってると思い込んどんねん、こいつ。店の選び方がそうやねん。この夫婦動画、言うとくけど、これ公文書やで。これ公務やねんで、これ。要は、2024年11月の選挙で斉藤元彦が何をやったかっていうと、立花隆に下半身と暴力で選挙を染め上げろって外部委託したんですよ。今日ほどタイトルに悩んだことはありません。したがって YouTube と Twitter では配信のタイトルが違います。最初ね、これ見てた人わかると思いますけど、Twitter のにつけたタイトルが最初の案やったんです。すなわち、兵庫県民は斉藤元彦がセックスと暴力で兵庫県を染め上げるのを許すのかというタイトルにしてたんですね。斉藤元彦の兵庫県政というのは、チンとと陰口の3つしかないです。それ以外のことやってません。いや、なんか他になんかある？いや、ないのよ、ほんまに。いや、なんぼ探してもおへんとすねんってやつだもん。ほんまにないねん。トランプはね、例えばね、銭儲けということがあるのね。それがその行政の長として正しいかどうかは別として、トランプのやってることっていうのは壮大なインサイダー取引なので、許してはいけないことなんですよ。トランプはそのパレスチナの首都を見殺しにするとかって、それももちろん許したらいけないことなんだけれども、戦争で儲けてるっていうのは分かりやすいところだけど、アメリカの国内政治もあいつらね、インサイダー取引なんですよ。ポリマーケットで儲けとんねん。ポリマーケットってのはアメリカに予想市場を言うんですけど、要はブックメーカー、昔でいうブックメーカーが今相場になってるんですよ。で、ネットで買えるんです。で、これ、弱い人はね、強い人が正しいと思ってて、弱い人の悲しさっていうのは、今、権力を持ってる人は正しいと思わないと生きていけないということなんですよ。だから、田舎に行くと、すぐこういう話をすると、政治家なんてみんなそんなもんでしょっていうやつがいんのよ。そんなもんじゃないから。あんなことやってるのトランプだけやから。ないのよ。そんなんいないから、そんな政治家。要はね、弱い人というのは自分が弱い人間だということが蹴取られるのが怖いから、常に強いものの理解してる俺を演出すんのよ。わかる？繰り返しますよ。弱い人というのは自分が弱いということを周りに蹴取られたくないから、常に強い人間を理解してる俺を表現すんのよ。俺は強いやつの理屈が理解できるから、俺が弱いやつではない、弱いやつなはずがないじゃないかっていうセルフプレゼンテーションすんの。家が貧乏なスネ夫みたいなもんですね。実家の細いスネ夫みたいな。それが一番ようわかんない経営者、そうそう、まさにそうです。経営者目線に立って働こうっていうやつって大概仕事できないでしょ。弱いやつやん。経営者のつもりになってんねん。周りで見てみ、経営者目線で仕事しよう言うてるやつ、仕事できた試しないで。だって経営者の仕事と労働者の仕事は求められてるものが違うんだから、経営者のつもりで労働者の仕事したら仕事できひんや。で、これは松方財政の時に明治政府が日本人に植え付けた中途半端アメリカ型キリスト教政治を抑えつけようとした日本の政策の失敗なんですけどね。田舎にそういう人を大量に作ったっていうのはね。もう仕方がないです。もう120年この負債と戦い続けてるんですけど、日本は。もう仕方がないんですけど。で、なんです。で、だからトランプみたいなことや、トランプのポリマーケットの儲け方ってどういうことかっていうと、例えば、支持率、アメリカって、小選挙区でしょ、基本すべての選挙が。大統領選挙だけじゃなくて、上院の選挙も下院の選挙も全てが小選挙区制なんですよ。だから小選挙区制の前に予備選があるんですね。どの選挙でも。本選に出場する人を各政党の中で予備選するんですよ。だから民主党は民主党で候補者選びの予備選をするの。ちなみに、ニューヨークの民主党の指名争いで民主党の重鎮を打ち負かした AOC、アレクサンドリア・オカシア・コルテスを見て、すごいこいつはって言うて、一番最初に日本の商業雑誌にアレクサンドリア・オカシオ・コルテスというすごい政治家がいるって一番最初に書いたの俺やからね。日本で。一番最初に AOC って言葉を商業雑誌に書いたん俺やからね。これ自慢し続けようと思ってんだけど。だって AOC の場合は、一番最初に目立ったのは、その選挙に勝ったことじゃないのよ。予備選挙で勝ったことなの。で、
トランプはどうしてるか言うたら、予備選挙にギリギリまでどっちを推薦するか言いよらへんね。共和党の予備選挙をやってるでしょ。で、共和党の予備選挙を各地でやってて、トランプ批判してる共和党のやつには、資格候補みたいなのを立てて、それが日本でも報道されたりするんやけど、そうではない普通の平べったい予備選の時にね、どっちを応援するかってこと言いよらへんのよ。で、言わんで、直前になって、こいつって言うねん。なんでか言うたら、自分の周りに、俺来週になったらこいつに推薦出すつもりやから、今のうちにポリマーケットでかけとけ言うとんねん。で、ポリマーケットっていうのはどういうとこか言うたら、選挙どっち勝つかとかっていう A 候補と B 候補どっちが勝つかみたいなの予想市場やね。結果が出て初めて、そのブックメイキングと最大のところ、ブックメーカーは結果が出て掛け金返ってくるでしょ。そうじゃなくて相場やから途中で売り抜けられんのよ。選挙の結果が出る前に。なんやったらトランプのその指名が出た瞬間に値段パーン上がるやん。こっちの候補の。ほんならその値段上がった天井で売り抜けよんねんみんな。で、自分の周りに儲けさせんのよ。で、これちょっと余談ですけど、トランプ、今日の大きなニュースは、そろそろイランとの合意ができそうです。ネタニヤフがイライラしてます。で、トランプはどうもネタニヤフの洗脳から解けたみたいです。ガソリンの値段がここまで上がると思ってなかったっぽいのね。で、ガソリンの値段が上がったから、自分の支持率下がってるんで、もうそろそろ 20% 台になりそうなんですよ。トランプの。今 32% とかね、トランプの支持率が。ね、もうそれが怖いから、もうそろそろ中間選挙やしね、それ怖いから多分、ネタニヤフのことなんか保てられへんのよ、トランプは。イスラエルのことを捨てるということはないけどね、とりあえず中間選挙やばいから、とりあえず軌道修正せなあかん言うて今必死になってんのよ。で、トランプのやってること全部相場ですよ。JD バンスをどこまで売るか。で、ルビオをどこまで売るかって言うて今競争させとんねん。ほんで、先月の交渉は JD バンスに任してたんやけど、JD バンスがパキスタンで下手って、JD バンスが下がって、ルビオが前出て、今ルビオが人気やから言うて、ルビオが下げるために3期目やるかのってトランプ自分で言うとんねん。だから要は、マーケットが立つようにしとんねん、あいつら。その賢い人の言うこと聞いてたらあかんで、トランプのやってることは。うちの親父の幸宏のやってたこととそっくりやねん、うちの親父。長藩揃わせんと相場立たないでしょ。いや、例えばこれで今 JD バンスやって言うてしもたら、本人も、レームダックになるけれども、相場としておもろないやん。だからそれを政策がこうやとかで分析したのに、あいつのやってることは相場が上がるか下がるしかやってへんのよ。うちの親父が夏になったら、なんか知らんけど、なんでこんな友達おったんっていう友達がなんかやたら家にやってきて、やたら電話回線わー並んで、電話で高校野球の博打の賭場立ってたのとあれと一緒のことやっとん。田舎におるタイプのおっさんでもね、それは銭やんか、トランプは。この間お前あれやで、お前ルビオの記者会見聞いてたら、トランプが自分で株取引やってるわけないだろう、金持ちなんだからっていう言い訳やったで。ファイナンシャルアドバイザーがおるからそいつらがやってるんだ言うて、だからインサイダーじゃないっていう。いや、そのファイナンシャルアドバイザーとトランプが喋っとったらお前インサイダーやんけと思ったけど。とかね、ネタニヤフの場合はもっと分かりやすくて、ネタニヤフは悪魔みたいなやつですけど、悪魔であるゆえんは権力を維持し続けなければいけないという必然性があるんです。あいつの場合はね、裁判されるんですよ、戦争し続けなかったら。自分の汚職のだから裁判し続けるとかっていう、戦争し続けてるわけ、ネタニヤフの場合は。戦争負けたら終わりなの、あいつ。あいつはそのワーマシーンが止まってしまって、その旧国の英雄という座から降りた瞬間に、終わった瞬間に裁判されるから、もう寛平ちゃんですよ。もう止まったら死ぬねん。だから次から次へと戦争し続けなあかんねん、あいつは。次から次へと戦争せなあかん理由ってのはもうそういうもんでしかない。戦争というよりも次から次へと非常事態でないとダメ。非常事態を起こして、よし俺しかまとめられないぞっていうことを言わないとダメなんですよ。狭間寛平みたいなの止まったら死ぬんじゃない。元彦の場合はね、しかないのよ。マジでしかない。あいつは多分ね、政治をね、出会い系や思うとんだよ、あいつ。いや、ほんまに政治を出会い系や思ってて、いや、もう昨日から散々あちこちでこすられまくってますけどね。
もうちょっともうほんま朝からご飯食べてる人おったら申し訳ないんですけど、こう夫婦言うてはるんですよ。夫婦言うてはるんです。夫婦言うてはるんですけど、食べてはんの冷たいうどんなんですよ。いや、いやもうええんですけどね、もう気違いに気違いや言うのも疲れてきたし、もう別にええんですけど、えっていうかね、えっていうか、もうなんていうか、もうしゃあないというかね、せやけどね、この動画にね、この動画についたコメントですよ、これ。この動画、これショート動画なんですけど、このコメントついてんね。まあな、19、20歳の子がこれを彼女にね、なんかで送ってる、インスタで上げて19、20歳の子がキャーキャー言われてんだ。このおっさん50やで。俺と2つしか違わへんねんで、このおっさん。ほんで、兵庫県記載許可団体になんねんで、うどん食うとる場合か。気分転換、それぞれのペースで頑張りましょうって言うとる場合か。国からお前とこ借金多すぎるさかいに、これから新しい借金するときには自己判断なしに国に一回相談せえ言われてんねんで。でも元彦はそれ分かっとんねんて。元彦分かっとんねん。これしたら、こう順々にするおばはんがぎょうさんおるの。分かっとんねん。これファンサやねん。ファンサやねん。ほんでね、元彦の気持ち悪いのはな、それね、若い女が順々になってると思い込んどんねん、こいつ。店の選び方がそうやねん。ほいで、これ、言うとくで、県の職員取らしてんねん。で、県の職員取らしてんねん。ということは、この夫婦動画、言うとくけど、これ公文書やで。これ公務やねんで、これ。で、公務やし、これ、もっと言うと、もっと漢字ばっかりの言葉で言うたから、兵庫県の情報資産ですよ、これ。これ行政行為やねんね、これ。で、本人がそんな言うてんねんもん。これ兵庫県の情報資産です。いや、記載許可団体になるのは当たり前でしょう。金曜県庁前抗議活動っていうのをやってまして、歩道橋に次ぐ金曜日というか、歩道橋に次ぐ斉藤元彦に対するプロテストが毎週金曜日兵庫県庁前で繰り広げられるようになりました。でそこに、カウンターに対するカウンターとして斉藤元彦の支持者が何人か集まってきます。でその前から、兵庫県庁の周りで歩道橋とかで斎藤やめろとか言うてる人を芝木隊だと勘違いしたレイシストの連中が自らやってきてます。なんやようわからん吉田とか戸塚とかね。でこれがこう今曲がったりしてるんですよ。どういうことかというと、最初ね、戸塚とか吉田とかはアホやから、あそこで斎藤元彦やめろと言うてる連中が芝木隊やと思ってたわけで、自分がレイシストやっていう自覚があるから、芝木隊はレイシストの敵やから、レイシストからした芝木隊をやり返さなあかんと思って来よったわけですよ。でそやからそいつらに対して朝鮮人とかクルド人がみたいなこと言うてたわけ。わーわー言うてたわけで、それにね、斎藤元彦頑張れ言うてたおばちゃんらがひっつき始めてんのよ。で、せやがどうなってるかで、今まで芝木隊の連中に対して、芝木隊の連中じゃないのよ。芝木隊と全く関係ない人たちなんですよ。全く、てか芝木隊だった俺から言わせると、見たことのない人ばっかりですよ。聞いたことも存在さえ知らん人ばっかりですよ。芝木隊の、やと思い込んでるから、レイシストはレイシストであるということでカウンターをかけようとするわけだから、それを見て朝鮮人がとかわーとか言うわけですよ。でそれと斎藤頑張れがひっついてるから、斎藤頑張れ朝鮮人みたいな状態になってる。意味わからんでしょ。普通の人が考えて意味わからんよ、もう正直。斎藤さん支持してんのかどうか知らんけど関係あらへんやん。意味わからへん。でもね、斎藤元彦のやってることって下半身の話と暴力の話しかないでしょ。斎藤元彦の本質は暴力なんですよ。要は2024年11月の選挙で斎藤元彦が何をやったかっていうと、立花隆に下半身と暴力で選挙を染め上げろって外部委託したんですよ。だからレイシストも斎藤頑張れ言うてるやつも同じ餌に食らいついていってんねん。と陰口っていう。同じ餌食らいついにいってんねんからさ、釣り竿を上げたら魚つらがってんの当然や。いやだから兵庫県そうなってしまってんねんて。それを兵庫県民の皆さんはお許しになるんですかという問いが立てられているんですが、
おそらく、田舎の人が多いので、ぼーっとしはるんやと思います。こういう時何をするかやったら、数で押すしかないんですよ、そんなもん現場で。ああやこうやって自分の格好つけてる暇ないよ。だって異常者が県政を乗っ取ってんねんで。この間の磐越道の事故。運転手があまりにも危ない運転してるから、高校生たちはお父さんお母さんに自分の携帯からこのままやったら死ぬかもって送ってたらしいのよ。で、あのバス、顧問の先生乗ってなかったらしいのよ。顧問の先生乗ってなかったことが、俺は最大の問題。もし顧問の先生でね、あんたらが顧問の先生として一緒に乗ってたとしたらね、その運転手しばき倒してるでしょ。止めこら、ほんたらボケかす、こら言うて。どついてるでしょ。で、高校生からしたらみんな高校生やから免許持ってへんからさ、止めたところで何ともできひんさかい止められへんやんか。だからあんたらが大人で顧問の先生として、お前ちょっと降りよ、俺代わりに運転するわいう話になるやん。で、それと一緒の話ですよ。チンパンジーがダンプカー運転してたら、チンパンジー殺してでも引きずり下ろすんです。カッコつけてる場合やないよ、これ。これよ。これよ。これを政治や思ってしもうてんねんって、田舎の人やから。でね、斎藤元彦の YouTube ね、よう見てみ。おもろいぞ。コメント欄。北海道から応援していますとか、群馬から応援してますとかっていうコメント多いね。めっちゃ他府県からのコメント多いね。見てみ。びっくりするぐらい他府県からのコメント多いのよ。要はこれでしか釣ってへんから、他府県の程度の低い、その世の中っていうのは、偏差値っていうのは、標準偏差っていうのは大体これで一緒ですから、これで引き継がれる気違いみたいな、なもんお前、どっかに偏ってるかいな。全国各地のこれが集まってきてんねやんき。これしかないねんもん。兵庫県関係あらへんねん。これに干上がっとるおばちゃんと、これに植えとるおっさんしか来とへんねやんき。シャレやないんよ、これほんまに。いや、兵庫県の皆さんは、自分とこの知事が、これで支持率を集めようとしているスケベやいうことをまず認めましょう。やばいよ。いやほんまに。いや俺言うてることさ、なんかさ、無茶言うてへんでしょ。その通りでしょ。俺夏になったら俺ね、元彦短パン履くと思うで。かけてもええわ。元彦短パン履く。あいつ5万かけるわ。あいつ絶対短パン履くで、夏になったら。ほんで、多分な、公用車でね、脱毛サロン通ってから行くで。で、元彦言うてたるで、お前案外毛深いから、言うてたけど、膝下脱毛ってあかんで。膝下脱毛ってな、ほんまに膝下脱毛やから、膝脱毛してくれへんからな。膝だけ毛残るからな。いや、もうほんま、気ぃつけた方がええで。で、多分ね、VIO 脱毛とかしとると思うね。誰に見せるつもりやねん、気持ち悪い。50やぞ、ええ加減にせえ言うたところでそろそろ電車の時間です。さようなら。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。